年齢を重ねても毎日大掛かりな掃除をしなくても玄関を開けるとほっとする、そんな心地よい暮らしをしている方がいます。一方で片付けているはずなのになぜか家の中で休まらない。テーブルに広がる紙類、シンクに残ったコップ、ソファーに置いたままの上着、何気ない散らかりが実は知らず知らずのうちに心を疲れさせていることがあります。どうしてあの人の家はいつもきれいに見えるんだろう。今日はその理由を脳が疲れにくい暮らしの仕組みから一緒に紐解いていきましょう。こんにちは、黄金の暮らし手帳です。家がいつもきれいな人を見ると、あの人はもともと几帳面なんだろう、掃除が好きなんだろう、そんな風に思って自分には少し難しいと感じてしまうことがあります。でも家が片付かないのは決して性格のせいでもセンスの問題でもありません。目に入るものが多かったり片付けの手間が多いことで脳が考える疲れを溜め込んでいるだけなんです。実はずっと家がきれいな人は毎日大掛かりな掃除をしているのではなく、脳が楽になる小さな仕組みをさりげなく作っているんです。今日は長年家事を続けてきた中で、これからは自分もほっと休める家にしたいと感じ始めた60代田中久美子さんの暮らしを参考に、家がきれいな人が自然にしている脳が疲れない片付け方を5つお話しします。目指すのは完璧に整った家ではなく、あなたがほっと息をつける家です。この動画を見終わる頃には、小さな片付けが明日の自分を優しく迎えるためのおもてなしに感じられるはずです。身の回りのものも自分自身も優しく丁寧に扱うためのささやかなきっかけになれば嬉しいです。まず一つ目は、見えるものを減らすことです。家がずっと綺麗な人を見ると、きっと収納が上手なんだろう、私にはなかなか難しいと感じることはありませんか？でも見方を変えると、完璧に収納しているというより、よく過ごす場所の情報を減らして脳を休ませているだけかもしれません。家で休んでいてもなんだか頭だけは休まらない。そんな時は視界に入る情報が多すぎて脳が知らないうちに疲れを溜め込んでいることがあります。片付けは捨てることから始めるのではなく、自分の脳を休ませるために目に映る情報を減らす、この視点を持つことが脳が疲れにくい家を作る最初の一歩です。そう考えると身の回りのものの見方も少し変わってきませんか？私たちは今すぐ使うものではなくても、これは何だろう、後で確認しなきゃと無意識に一つ一つの情報を受け取り続けています。例えば家の中で足を止める場所を思い浮かべてみてください。台所のカウンター、食卓、書き物や本を読む机、そういう場所ほど郵便物やレシート、読みかけのチラシなど何気ないものが溜まっていませんか？久美子さんにとって一番長く過ごす場所は台所でした。やかんのお湯がコトコト沸く音を聞きながら、ふと目に入るのはカウンターの端に置いたままの封筒やレシート、読みかけの通販カタログ。どれも久美子さんなりに後でちゃんと見てから分けようと思っておいたものばかりでした。けれどお茶を入れるたびにだんだんこれも片付けなきゃという重たい用事に変わっていたんです。そこで久美子さんは毎朝最初に目に入るカウンターの端だけは何も置かないと決めました。封筒は確認箱へ、レシートは家計簿用へ、お湯が沸くのを待つ3分だけ目に入るものを一つだけ別の場所へ移す。引き出しの中まで片付けず、ただ視界を軽くしただけです。すると翌朝、すっきりしたカウンターでお茶を入れると、さっと拭けて手元が広く感じて、同じお茶でもゆっくり味わえる気がしたんです。目の前に後でやらなきゃが少ない。それだけで
心はほっと軽くなる。その小さな静けさこそ毎日の暮らしにはとても大切な感覚なんです。人は目に入るものから思っている以上に影響を受けます。テーブルの書類、ソファーの服、そうしたものがあるだけで休んでいても食事中も後で片付けなきゃと頭をよぎるんです。だから家がきれいな人は視界を整えて脳が疲れにくい景色を先に作っているんです。最初はあなたが一番よく過ごす場所から景色を少しすっきりさせてみませんか。そこに置かれたものにこう問いかけてみてください。ここにあると助かるものかな、それとも見るたびに用事を思い出すものかな。視界に入るたび少し気持ちが重くなるなら別の場所へ移す合図です。それだけで家の中にほっと息をつける場所が一つ増えていくんです。さて、見えるものを少し減らしたら次に大切なのは散らかりが大きくなる前にそっと止めることです。脳が疲れにくい家を作る2つ目の習慣は最初の一つを見逃さないことです。たった一つに見えても散らかりが広がる合図になるからです。レシート1枚だけ、コップ1つだけ、上着1枚だけ、最初はたった一つだけのつもりでも気づけば食卓やソファーが物置のようになっていることはありませんか。家がきれいな人は掃除が上手な人というより散らかりが小さいうちに元の場所へ戻すのが上手な人とも言えます。不思議なものでテーブルに郵便物を一つでも置くと脳はその場所を置いてもいい場所と受け取ってしまいます。すると次から次へ物が集まりあっという間に散らかりが広がってしまうんです。だから近道は散らかった後に気合で片付けることではありません。脳にここは物置と勘違いさせないために小さいうちにその都度戻しておくことなんです。散らかりが山になってからの片付けは脳にとって判断の連続になる重い作業です。でも最初の一つだけなら暮らしを元の流れに戻す小さな動きで済みますよね。これは汚れと少し似ています。週末にまとめてゴシゴシ落とすより気づいた時に1分だけ拭く方が結果的にずっと楽なことがありますよね。そう考えると目の前の一つもまた散らかったというストレスの種ではなく暮らしを整える大切な合図に見えてきませんか。久美子さんにも思い当たることがありました。買い物から帰って財布から取り出したレシートを食卓の端にひらりと置く。後で家計簿に書こう、そう思っておいただけの1枚でした。ところが翌日には病院でもらった予約表、その横にはポストから取ってきた封筒、まるで1枚のレシートに吸い寄せられるように気づけば食卓の端が小さな紙置き場のようになっていたんです。散らかりは大きくなってから戻そうとすると重たく感じます。それは物の量だけが原因ではありません。捨てるか残すかどこへ戻すかという脳の判断がいくつも重なっているからです。まだ一つだけならコップ一つを洗い場へ、靴一足を靴箱へ、それだけで暮らしは穏やかに元の流れへ戻っていきます。食卓は食事をする場所へ、ソファーは休む場所へ、玄関は気持ちよく出入りする場所へ。最初の一つを戻すことはそれぞれの場所が持つ本来の役割をそっと取り戻してあげることなんです。さて、最初の一つを無理なく戻すためには戻しやすさを先に作っておくことも大切です。3つ目は戻すまでの道のりを短くすることです。確認した郵便物をどこに置くか迷ってつい積んでしまう。毎朝使う血圧計がいつも机に出しっぱなしになっている。そんなことはありませんか。
戻す場所が遠かったり、出し入れの手順が多いと、脳は無意識に面倒だなと感じるものです。これは脳がエネルギーを節約しようとするとても自然な反応なんです。物を戻すまでの道のりというと少し大げさに聞こえるかもしれません。でも普段の動きをちょっと想像してみてください。例えば毎朝飲むサプリメント、棚の扉を開けて箱を取り出し、蓋を開けて必要な分を出す。使い終わったらまた袋に戻して箱に入れ、棚の奥へしまう動作が1つ2つ3つと増えるほど戻すことは重たく感じられます。だからテーブルに残してしまうのもある意味自然なことなんです。反対に家がずっときれいな人は気合で片付けているのではありません。考えなくても手が動くくらい出し入れを簡単にしているんです。出しっぱなしのものは片付けが苦手な証拠ではなく、戻し場所を見直す合図。そう考えると少し気持ちが楽になりませんか？久美子さんも毎日の家族のサプリや薬の管理に悩んでいました。朝、昼、晩、食前、食後、管理に手間がかかり、テーブルの端にはいつも袋やボトルが置きっぱなし、飲み忘れも増えていたそうです。そこで久美子さんは100円均一で見つけた仕切り付きの小さな箱に1週間分をあらかじめ分けておくことにしました。これなら時間になったら蓋をポンと開けるだけ。減り具合が一目瞭然で飲み忘れにも気づきやすくなります。まさに仕組みで手間を減らすとはこういうことなんですね。同じことは上着にも言えます。クローゼットまで戻すのが少し面倒なら、部屋の入り口に小さなフックを一つつけるだけで脱いだ上着が積もりにくくなります。リモコンはソファー横のカゴへ、郵便物は確認用の箱へ、メガネは定位置のトレーへ。どれも特別な収納ではありません。使う場所のすぐ近くに戻す場所を作るだけで、脳は余計なことを考えず自然と物を戻しやすくなります。片付けなきゃと自分を追い込むことではありません。どうすれば考えなくても楽に元に戻せるか、そうやって暮らしの動きに合わせて仕組みを整えることです。少し横着なくらいでちょうどいいんです。戻す場所を近くする、手順を一つ減らす、蓋を開けなくても入れられる形にする。それだけで片付けは少しずつ頑張るものではなくなっていくんです。さて、ここまで仕組みを整えて散らかりにくい形にしても、一日の終わりには食卓にコップが残っていたり、上着が置かれたままの日もありますよね。だからこそ次に大切なのは、一日の終わりに小さく区切りをつけることです。4つ目は寝る前の10分リセットです。夜はただでさえやることが多い時間です。たった10分でも疲れているのにまた家事を増やすの？そんな風に感じる方もいらっしゃるかもしれません。でも布団に入ってから、あの用事がまだ終わっていなかった、明日の朝やらなきゃと一日のやり残しを思い出して頭がざわついて眠れなくなった経験はありませんか？なぜ寝る前の片付けが脳にとって大切なんでしょうか？実は寝る直前に目にする景色は思った以上に睡眠の質や翌朝の気分に深く関わっているからです。食卓やシンクに物が残っていると、脳は無意識にあれも残っている、明日の朝やらなきゃと小さな用事を抱え続けてしまいます。体は横になっていても脳はまだ仕事中のままなんです。だからこそ夜の片付けは部屋をきれいにするためだけではありません。眠りにつく前の気持ちを軽くして脳を休息モードに切り替えるためのスイッチなんです。そう思うと
歯磨きをするのと同じようにリビングだけ少し整える。シンクに残ったコップだけ片付ける。ソファーの上着だけ戻しておく。そんなひと手間も良い眠りと爽やかな朝を迎えるための準備に見えてきませんか？久美子さんも以前は朝台所に立った時に食卓に残ったコップを見るだけで昨日の片付けをそのまま持ち越したような気がして朝から気持ちが少し重くなっていました。でもある時ふと昔家族で泊まった旅館の朝を思い出したんです。お茶の道具がきちんと整えられ、障子越しに朝の光が差し込む静かな部屋。あの心地よさは高価なものがあったからではなく、必要なものだけがそっと置かれていたからかもしれない。そう気づいてから久美子さんは夜の片付けを明日の自分を迎える準備と思えるようになりました。寝る前の片付けは明日の自分への小さなおもてなしです。疲れている日は1分だけでも大丈夫です。食卓、シンク、ソファー、玄関、明日の朝、最初に目に入った時にほっとできそうな場所を1箇所だけ整えておく。靴をそっと揃える。上着を1枚だけ戻す。明日の服を椅子にかける。今日もお疲れ様と自分をいたわるように、そのひと手間があるだけで翌朝カーテンを開けた時の景色がいつもより少し優しく感じられるんです。ここまで見えるものを減らすこと、最初の一つを戻すこと、戻す動作を短くすること、夜にリセットすることをお話ししてきました。そうして整えた家は少しずつあなたにとって心地よい場所へと変わっていきます。でもどんなに仕組みを作っても家は生き物と同じです。食事をすれば洗い物が出ます。郵便物は日々届き、洗濯物も増えます。物が動くのは今をちゃんと暮らしているという証拠です。だから最後に大切なのは毎日を完璧に整えようとしないことです。急な用事で掃除ができない日、来客の後で物が増える日、気持ちはあっても動けない日、それがごく普通の暮らしです。目指したいのは一度も散らからないように気を張る家ではありません。散らかってもまた気軽に戻せる家、それこそが本当に脳が疲れにくい家なんです。片付けが進まない時、私たちはつい全部やらなきゃと高いゴールを描いてしまいます。でもその瞬間、脳は片付けを大仕事のように感じて最初の一歩が重くなってしまうんです。食器が山積みのシンクを見てため息が出るのも自然なことです。だからこそ目標はぐっと小さくしてみませんか？食器は3枚だけ洗う。床のものは1つだけ片付ける。それくらい小さく区切れば途中で止まってもまたいつでも始められますよね。家がずっと綺麗な人はいつも完璧な人ではありません。どんな日があってもまたいつものペースに戻れるように、今日はここまでで大丈夫と思える目安を大切にしている人なんです。私もかつては完璧にできない自分を責めてしまうことがありました。でも今は散らかったり汚れた場所を見ると、それだけよく使ってきた場所なんだなとまず受け止めるようにしています。家の中くらいは完璧でなくてもいい。むしろ少し緩さがある方が心も深呼吸できる気がします。その積み重ねが家の中にほっとできる空気を育てていくのかもしれません。今日お話しした一つ一つはあなた自身が心からほっと休める場所を作るためのささやかな準備です。まずは7日間、食卓でも洗面台でも玄関でも、ここなら少し軽くできそうと思えた場所はありましたか？ぜひコメントで教えていただけると私にとってもとても励みになります。このチャンネルでは60代からの暮らしを心地よくする片付けや掃除、物との向き合い方をお届けしています。今日の動画がお役に立ちましたらチャンネル登録や高評価、
そしてハイプでも応援いただけると嬉しいです。今日も最後までご一緒くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。